こんにちは、月島です。前回の動画でソノックス・オックスフォードドラムゲートのことを伝えきれなかったので、今回はもう少し時間を使ってこのプラグインのレビューをしてみたいと思います。目次です。ゲートプラグインとは、ソノックス・オックスフォードドラムゲートの操作方法、使用してみる、最後にまとめと次回予告です。それでは概要から見ていきたいと思います。ゲートは門や扉という意味です。DTM のプラグインの場合は、一定の条件を満たしたら門を閉めるといった形になります。つまり、指定した音量以下の音を出さないという仕組みのプラグインです。例えば、プロツールスに標準で付属しているゲートは、レシオを右に振り切って100にして、スレッショルドで指定した音量以下の音をカットします。この状態だと、マイナス20デシベル以下の音はすべてカットされます。ドラムループにかけた場合で聞いてみたいと思います。まずはゲートをかけないバイパスの音です。次にプラグインをかけて再生します。このセッティングだと音が変ですが、ちゃんと調整すればとても使えるプラグインですし、例えばボーカルトラックなどで歌っているところ以外のノイズ音をゲートをかけて消したりする使い方もあります。そして今回レビューするソノックス・オックスフォードドラムゲートはその名の通りドラム専用のゲートプラグインです。次は操作方法を見ていきたいと思います。デフォルトでドラムループにかけてみた感じを聞いてみたいと思います。まず、プラグインをかけていない素のドラムループです。では、プラグインを通して再生してみます。デフォルトだと普通のゲートプラグインと同じ感じですが、ドラムに特化した雰囲気は感じます。では、順番に画面を見ていきたいと思います。このプラグインはディテクション、ディケイ、レベラーの3つのタブに分かれています。ディテクションの右下のボタンでキック、スネア、タムを指定して音を検出します。もうここですごいなと思ってしまったのですが、指定した音をちゃんと見分けています。キックを指定して再生します。次はスネアだけを指定して再生してみます。見事にスネアだけになっています。複数選択することもできますので、キックとスネアを指定してみます。こんな感じになります。左側にあるオープンスレッショルド以下の音は全てゲートされます。再生してみると波形で表示されて黄色と白で色分けされていますので、視覚的にとてもわかりやすいです。ここではトランジェントのテールをコントロールします。音の後ろの部分をどのくらいでカットするのかの設定です。画面の左側のディケイフェーダーもしくはグラフの黄色い部分を操作してさらに追い込んだ設定も可能です。フェーダーを動かしながら再生してみます。
ドラムのアタック後の響きに注目して聴いてみてください。フェーダーを上に上げると次の音のかぶりが出てきます。かぶりをなくしたい場合はディケイをどんどん下げていく形になります。ただ下げすぎると不自然さが出てきます。ダイナミクスを調節するセクションです。オートセットレベラーというものがありますので、ここはオートに任せてしまうのもありだと思います。次は実際にドラムループに使用してみたところを見てみたいと思います。プラグインを通して指定したドラムキット以外の音はカットされてしまいますので、同じドラムループの素材を3つにコピーしてトラックに並べました。想定としてはキック、スネア、ハイハットです。まずキックを調整しました。再生してみたいと思います。次にスネアです。元々のドラムループはキック、スネア、ハイハットが入っていましたが、これでキックとスネアのトラックができました。この2つのトラックだけで再生してみます。2つのトラックを合わせてみたところ、ハイハットの音がだいぶ弱くなってしまったので、3つ目にハイハットを想定してコピーしたトラックを操作します。このトラックはハイハットの広域成分を足すことが目的ですので、このイコライザーはハイパスフィルターとして使用しています。再生します。それではこの3つのトラックを合わせて再生してみたいと思います。このような形になりました。さらに FX トラックにオックスフォードリバーブを立ち上げていますので、リバーブの音を追加してみます。再生します。このような感じになりました。元のドラムループと比べてみたいと思います。次にドラムゲートを通してリバーブをかけた音を再生します。だいぶスッキリしたドラムになりました。元の音だとすでにリバーブ成分が多いので編集などどうしようもないのですが、このプラグインのおかげで FX 系のエフェクトを自由にかけることができるようになります。次はまとめと次回予告です。私がミックスする楽曲のドラムは基本的にドラムのソフトウェア音源の音ですので、バランスが悪ければ戻って調整し直してもう一度書き出せば済みます。ただその作業もだいぶ時間がかかりますので、このプラグインで時短できればいいなと思いました。ループ素材を編集する場合にもとても有効だと思います。そしてスタジオで生ドラムを録音した場合はやり直しが効きませんので、こういったプラグインが大いに役立つと思います。
また、プロツールスのミキサーのディレイのところで確認できますが、負荷は高めで遅延も大きいプラグインです。多用する場合はバウンス、書き出ししてパソコンの負荷を減らしてあげる操作が必要だと思います。ただ、それを差し引いてもとても使えるプラグインだと思います。購入してよかったと思いました。次回はちょっとした小ネタ動画です。アートリア社の V コレクションというヴィンテージシンセサイザーを集めたソフトウェア音源をご存知でしょうか。とても素晴らしいソフトウェアで私は愛用しているのですが、20以上ものヴィンテージシンセサイザーが含まれていて、パソコンにインストールすると 20GB 以上もの容量になります。ただ、アートリアソフトウェアセンターという管理ソフトを操作することで、コンテンツ、音源を外付けハードディスクに出すことができましたので、この方法を備忘録として残しておきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。